皆さんこんにちは、パルです。なんともう4月になりました。なんだかあっという間ですね。北海道はまだまだ桜の気配もないので、4月、春っていう感じがそこまでしないんですけど、ただ、天気はね、だんだん暖かくなってきたので、やっと春が来たなっていう感じはします。で、日本人にとって、この4月っていうのは、始まりっていうイメージがあります。桜の花が咲き始めたりとか、他には入学式や入社式も日本では4月なんです。多分、世界的に見たら9月が多いかなと思います。なので、先生もせっかくだから4月からまた新しいことを始めようかなって、計画していたんですけど、なかなかそうもいかなさそうで、今日のタイトルにも多分あると思うんですけど、最近、ここ1週間以内かな。いろんなことがあって、ちょっとストレスが今溜まっている状態なんですね。多分画面越しからはみんなじゃわかんないかもしれないんですけど、結構ストレスが溜まっていて、で、なかなか発散もできていなくて、ちょっと最近疲れたなっていう感じが実はあります。ただ、この動画を撮ることはすごく楽しいと思ってるし、好きなので、今、いやいや、無理に撮っているわけではないっていうのはみんな分かってください。逆に、ここで、話すことによって自分もちょっと気持ちが楽になるかなと思っています。なので、今日の動画は、もしかしたら、ちょっと負のオーラが溢れる動画になっちゃうかもしれませんが、気になる人とか聞いてくれる人がいたら、ぜひ今日の動画も見ていってください。ということでですね、今日の主なトーク内容としては、ストレスについてなんですが、ここでは、今回のストレスの原因について、あまり詳しくは言いません。というか、ちょっと仕事と関係もあるので、あまり言えないが正しいかなと思います。なんとなく察してくれる方がいたらいいかなと思います。はい。で、そもそも、昔話になるんですけど、先生って子供の時から割と強い方だったんですね。何かをするにも割と気持ちが強い方で、例えばで言うと、部活動。先生、多分前のポッドキャストで話してると思うんですが、学生の頃バレーボール部に所属していたんですね。でその時結構厳しくて、先輩ルールがあるよって話も前にしたんですけど、ルールとか、練習時間とか、内容とか、結構いろいろ厳しくて、辞めてしまう子も何人かいたんですけど、休まずに、はい、皆勤賞で、行っていたりとか、それから、いじめられたこともね、あったんですよ。中学生の時。で、どんないじめかっていうのは、全部は思い出せないですが、例えば朝学校に行ったら靴がないとか、単純に仲間外れとか、そういうこともあったんですけど、それでも毎日必ず学校に行っていました。休んだことなかったんですよ。いろんな面で自分では結構強い方だと思っていたんですね。で、またちょっと時間を戻して、何年前かな ?2 年半 ?3 年半前じゃない。全然違う。ごめん。4年前ぐらいかな。はい。4、5年前に、上京しました。名古屋から東京に行きました。で東京で、引っ越したと同時に、仕事をし始めたんですけど、やっぱり
すべてが新しかったから、すごくストレスになってしまったんですね。例えば、引っ越し、一人暮らしっていう新しい環境、そして近くに家族がいないっていう環境、それから、仕事が始まるっていう環境。本当にいろんなことが重なって、ね、しかも仕事内容も、自分が学んできたものと全く関係がない IT の仕事を最初したんですよ。で、それがなかなか自分的にはしんどくて、IT って言ってもいろんな内容があると思うんですけど、先生が最初にした IT の仕事の内容は、プログラミングだったので、一日中パソコンに向かって、もう誰とも話さずに、とにかくコーディングをわーってするみたいな内容だったんですけど、もう人と話せないのが結構しんどくて、で、しかも男の人しかいなかったんですよ。本当に女の人が一人もいなくて、で、しかも、正直、仕事内容としては暇。あんまり忙しくない。で、職場が、地下1階みたいなところだったんですね。で、地下の奥の方で、電波が全然なくて、スマホも、ろくに使えない。インターネットがつながりにくかったから、暇でも全然見れないし、で、かといって、直属の仕事の先輩も、なんて言えばいいかな。新人に対して、ちょっと上からなタイプの先輩だったので、それも結構しんどくて、で、プラス、入社したばかりなんだけど、会社側からこのテストに合格してくださいっていう要求があって、その勉強もしんどくて、毎日仕事終わって、家に帰ってからそのテスト勉強をするっていうような生活だったんですね。もうそれが自分の中でしんどくて、気がついたら、毎日、原因がわからずに涙が出てくるっていう状態になってたんですよ。家に帰りながら、駅降りて、家まで歩くのに、泣きながら歩いてるみたいな。でも、何か、これが嫌で泣いてるとかではない。自分も無意識のうちに泣いてるっていうことが増えてきて、まずい、良くないと思って病院に行って、その仕事を辞めたんですけど、その頃から、ちょっと、心が弱くなったというか、今までは、さっき言ったみたいな、いじめられたとか、何かがきつい、何かがしんどいとか、あとは、例えば、バイトでお客様に怒られたとか、そういうことがあっても、その時は、やっぱりしんどいけど、別にそこまで深く考えてもなかったのに、その東京での生活の後から、すごい、落ち込みやすくなっちゃったんですね。で、その癖がついてて、で、今なんですけど、多分、今回のストレスの原因になっていることも、昔の先生だったら、全然気にしてないと思うんです。でも、その東京での生活があってから、もう、今回のストレスのことでも、辛い、なんて言えばいいかな。怒りもあれば、辛さもあるっていう感じかな。辛いの方が大きいかもしれませんが、そういう状態になっちゃって、で、これはもうストレス発散をしなきゃいけない。この状態では4月から新しいことは多分できないっていうので、今、この動画を撮っているっていう感じです。はい。なので、ストレスの内容について話したいというより、それを踏まえた上で、ストレス発散？みんなのストレス発散方法をちょっと聞きたいなと思って、この動画を撮り始めました。はい。みんな普段、ストレスありますか？
ある人もいっぱいいると思うし、ストレスなく毎日楽しくハッピーに過ごせている人もたくさんいらっしゃると思います。先生も波があるので、もうストレスなんかゼロ。毎日楽しいっていう時もあるし、最近ちょっとやばいな。あんまり、良くないなっていう時もあります。自分ではそれがわかるので、最近ちょっとあんまり自分の状態が良くないなと思ったら、自分に休むための時間を与えたりするんですけど、今回はそうもいかなさそうで、はい。やろうと思えばできるけど、休みたいっていう感じではないので、できれば、休むことなく、時間がある時にちょっと発散できたらいいかなって思ってます。で、いつもだったら、ストレス発散するときは、何してるかな？先生にとっては、外国語の勉強もストレス発散の一つなんです。なので、最近はまた英語をちょっと勉強し直し始めました。新しいことをもう一回ちょっとだけしようかなと思って、完全に新しいことではないですが、やったことがある、かつ、基礎があるものだったら、ちょっとリラックスしてできるかなと思って、英語をちょっと勉強してみたり、みんなの知ってる通り、ゲームちょっとしたりとか、してはいるんですが、もっと、うわって発散したいなと思って、スポーツとかって、運動したら結構一気に発散っていう感じがあるじゃないですか。先生はあるんですけど、そういう感じの発散方法があればいいなと思って、なんかみんなのおすすめの発散方法があれば、早急に教えてほしいんですけど、何かありますか？なんかあったら先生も試して、今のこのストレスを一旦ゼロにしたいと思っているんです。はい。なんかいいこともあるんですけどね。で、ストレスが本当にやばかったので、昨日は結構ドライブしました。はい、車が好きなので、ちょっと運転して、久しぶりに、去年よく行っていた場所をね、ドライブしました。どんな場所かっていうと、写真載せておきます。こんなところに行って、この写真を撮ってきました。これ先生の車なんですけど、ここはですね、めっちゃ田舎です。超田舎なの。でも、もう北海道ならではの景色というか、すっごく開けた景色なんです。もう建物もほとんどない。もう遠くまでよく見える景色なんですけど、ここがね、日本でもバイカーさんにすごく人気なんです。バイク運転する人ね、バイカーさんのなんか夢の場所らしいんですよ。でも、先生も車運転しててすごくわかる。めっちゃ気持ちいいんです。車とかバイク好きな人、一回来てみてほしいんですけど、ここに来るとすごく気持ちが穏やかになるというか、落ち着くんですね。はい。なので昨日は天気も良かったので、ここに行ってきました。で、そうですね。それから、最近考えてるのは、先生猫ちゃん大好きなんですけど、なので猫カフェに行きたいなと思ってます。まだ行ったことなくて、昨日ちょっと調べていたんですけど、日本では何々カフェって結構あって、猫カフェだけではなく、豆柴カフェとか、豚のカフェとか、ハリネズミもあったかな？なんかね、そういったいろんな何々カフェっていうのがあって、その中でも先生は、猫カフェに行ってみたいなと思ってるんです。なんか誰か猫カフェ行ったことがある人いますか？もしね、いたら感想とか教えてほしいんですけど、どうなのかな？ね、なんか可愛い猫ちゃんと
戯れて、なんかリラックスできたらいいな、なんて思ってます。はい。ですかね。はい。ストレスのね、詳しい内容が話せないから、みんなもアドバイスしようがないと思うんですが、うーん、なん、うーん、難しいんですよね。こう、遠回しにちょっと隠しながら話すっていうのもちょっと難しいというか、うーん、まあ、日本語の先生ってたくさんいらっしゃると思うんですが、うん。それぞれ授業の仕方って多分全然違うと思うんですよ。みんなが実際に授業を受けたことがあるかわかんないですが、先生の授業のスタイルって、どちらかといえば、友達のような関係になって日本語の会話を練習するっていうのが先生のスタイルなんですね。あんまり先生と学生っていう固い関係が好きではないので、本当にみんながリラックスして授業できるような雰囲気を普段作っているんですが、まあ、それがいいっていう方もいれば、旗から見て、外から見て、なんかそれもどうかなっていう意見もあったりとか、いろんな意見があるんですよね。で、それも今回のこのストレスにちょっと関係がある内容ではあるんですが、これ以上は今は言わないでおこうかなと思います。とにかく、仕事関係のストレスですね。はい。なので、はい、先生いつも結構明るく動画を撮っているつもりではあるんですが、たまにはこういう弱音を吐きたくなる時もあるかなって感じです。本当に、心配とかは大丈夫です。全然元気なんですけど、やっぱりいつも通りの、何もほぼ悩みがないような、心から明るく、やっぱり動画撮れたら嬉しいから、ここで一度、バッと話して、みんなからまたちょっと元気をもらって、次からは明るい動画をまた撮っていきますので、なので、ストレス発散、いい方法があれば何か教えてください。はい。ということで、もう今日は、ゆっくり話すとかはせずに、普段先生が友達に話すぐらいのスピードでちょっと話してみました。きっと、ちょっと難しいところもあるかもしれませんが、なんていうのかな、倍速じゃなくて、多分調節できると思うので、ゆっくりにしてみたりとか、字幕を見ながら聞いてみたりとか、プラス何かアドバイスとか、ストレスストレス発散方法があれば教えてもらえると嬉しいです。はい。じゃあ皆さん今日はちょっと負のオーラがあるような動画でしたが、聞いてくれてありがとうございました。元気なので安心してください。はい。ではまたね、次の動画で会いましょう。またポッドキャストもたまに撮るようにしますね。では、今日もありがとうございました。じゃあみんなまたね。バイバーイ。